ご視聴ありがとうございます。今回は数が激減しているあの車両に乗れる路線のご紹介です。同じ形式の中でも特徴的な姿と全廃されずに残っている理由、そして特徴的な運行形態を有する路線がたどった歴史を前後編でお届けします。今回の始まりは九州最大の空港、福岡空港です。旅客機はもちろん自衛隊機も離発着するこの空港から目的の路線を目指します。福岡空港には地下鉄が乗り入れており、ターミナルから数分でホームまでたどり着くことができます。福岡市地下鉄は福岡空港から博多市中心部を貫いて姪浜駅までを結ぶ空港線と、途中で分岐する箱崎線、そして途中の天神駅から微妙に離れた天神南駅を起点とする七隈線の3つで構成されています。途中の天神駅は博多駅に次ぐ乗降客数を誇っており、九州唯一の大手私鉄、西鉄こと西日本鉄道の起点でもあります。西鉄が進めている高架化工事の動画もありますので、概要欄から見てくださいね。七隈線は博多駅への延伸が予定されており、空港線と箱崎線も運行形態がユニークな路線なのですが、それは一旦置いといて、福岡市内を突っ切ります。線路が地上に出て、福岡市地下鉄最後の駅、姪浜駅に到着です。姪浜駅は2面4線の高架駅。福岡市地下鉄はここまでで、ここからは JR 九州の路線、筑肥線に乗り入れます。福岡市地下鉄空港線は姪浜から 44.8 キロ先の西唐津駅まで直通運転をしています。地下鉄に乗り入れるのは303系と305系の2種類です。JR 九州の車両だけあって、1人分ずつ分けられたシートや木でできた背もたれなど、JR 九州おなじみの設備も特徴です。このうち305系は、先頭の1両だけが木張りの床となった独特の内装も特徴です。他の5両はよくある感じの内装に見えますが、床には QR コードのような模様が。この模様は、携帯でスキャンすることはできません。一方、福岡市地下鉄の車両は青いラインが特徴です。そしてこの路線、福岡空港駅の時刻表では本数が多いように見えますが、日中は半数が姪浜止まり。それだけなら乗り入れ路線によくある運行形態ですが、直通列車は大半が7駅先の筑前前原止まりで、西唐津まで直通する列車は1日数本しかありません。そしてこの列車の行き先も終点の西唐津ではなく、筑前前原。何か特殊な事情がありそうですね。お待たせしました。4番乗り場から筑前前原行き電車が発車します。扉にご注意ください。2分ほど停車した後、9時28分、姪浜駅を発車です。4本ある線路のうち、中央の2本は車庫につながる引き上げ線です。姪浜で折り返す列車はこの引き上げ線までは来ず、中央のホームで折り返すことが多いようです。そのため、列車によって発車するホームがバラバラだったりします。下り線だけがさらに高さを上げ、車庫につながる2本の引き上げ線をオーバークロスします。高架線の上に作られた高架線というだけあって、見晴らし抜群です。引き上げ線を乗り越えた左側には、福岡市地下鉄の姪浜車両基地があります。ただし高架橋はあっという間に終わり、高架橋を降り切ったところで、最初の停車駅、下大和駅に到着です。この駅のホームドアは、去年3月のダイヤ改正で使用が始まったものです。福岡市地下鉄では2005年までにホームドアの整備が完了したため、それよりは遅れを取りましたが、このダイヤ改正で、筑前前原までの6駅で同時に使用が開始されました。それに伴い、この区間では全ての列車でワンマン運転が始まっています。ホームドアが設置できた駅から稼働しなかったのは、運行形態を一斉に切り替えるためのようです。この区間では、福岡市地下鉄と同じく、車両のドアとホームドアの動きが自動で連動しています。下大和を発車すると、木々が線路の両側に広がります。姪浜からまだ一駅余りですが、視界には山が迫っており、早速山岳地帯に入っていくように見えます。ただし、それだけではありません。進行方向右側、建物の間からは、海を眺めることができます。筑肥線には内陸を走行する区間もある一方、海沿いを走る区間も多いのです。ただしこの辺りは、
山が海のそばまでせり出しているため、すぐに上り線が離れ、トンネルに入ります。単線トンネルが2つ並ぶ構造なのは、この区間が当初単線で開業し、後から複線化されたためです。姪の浜から下大和までは1986年に、下大和から筑前前原までは国鉄が民営化された後、96年に複線化されています。なお、下大和駅は86年に新設された駅です。今宿駅を出ると、線路は高架線になります。次の九大学研都市駅の前後に続く高架線の左右には、再びマンションなどが並びます。この駅が開業したのは2005年。九州大学のキャンパス移転に伴って開業した駅です。ただしキャンパス自体は5キロほど離れているため、駅の周辺にはマンションや商業施設が立ち並んでいるのです。なお、筑肥線の各駅のうち、この駅では数年前からホームドアが試験導入されていました。この先で線路は再び地上に降り、線路もスラブ軌道から砂利を敷いたバラスト軌道に戻ります。ここから再び住宅が左右に並ぶ区間と田んぼが広がる区間を走ります。305系とすれ違います。その後ろを見ると、複線化された際、線路をすべて同じ向きには増やせなかったためか、増やした線路の位置に合わせて、線路自体が S 字カーブになっているのがわかります。沿線には桜が咲く川があり、この川を渡る橋も線路によって構造が異なっています。このような光景は、後から複線化された他の路線でもよく見られるものです。複線化された後も新駅が開業する筑肥線。この列車は、次の筑前前原が終点です。前方には信号機が3つあり、一番右の信号が注意現時となっています。その下には、2と書かれています。カーブが終わると、駅の手前にはダブルクロスポイントがあります。駅自体は2面4線のようですね。列車は上り線に移り、上り本線に相当する2番線へと入ります。このことから、1番線は折り返しには使用されておらず、西唐津方面から直通してきた列車のみが使用していることがわかります。姪の浜を出てちょうど20分、9時48分に、筑前前原に到着です。私が乗り継ぐ列車は、10時17分発。まだ30分近くあります。ただしその前に、下りホームから別の列車が発車します。姪の浜と同じく、ホームは常に一定ではありません。10時2分発、快速西唐津行きが到着です。この列車は下りホームに到着するため、乗り換える場合は階段を使わなくてはいけません。この列車は筑肥線内全区間で快速運転していますが、一部区間のみで快速運転となる列車もあります。この列車の後にやってきた筑前前原止まりの列車と接続を取り、発車していきます。複線区間は筑前前原までで、ここから先は単線区間です。多くの列車が筑前前原止まりとなっている理由が、なんとなく見えてきます。そしてここから先、下り方面へと進む列車がやってきました。先ほどの303系とは違い、こちらは3両編成。赤を大胆にあしらった先頭部の下には、103の数字が、よくイメージされる103系とは大きく違い、側面の窓の配置なども、103系とはなんだか違うようです。また、最後尾の車両の前側だけ、窓が他とは異なっています。この渋いサウンド。見た目は派手ですが、中身は103系であることがわかります。正面の貫通扉は、地下鉄に乗り入れるための装備のように見えますが、この車両が地下鉄に乗り入れることはなく、筑前前原、西唐津間のワンマン運転のみとなっています。ここから、この車両の歴史と、この車両が地下鉄に乗り入れない理由を解き明かしていきます。この車両は、103系、1500番台。福岡市地下鉄との直通運転にあたり、1982年に導入された車両です。103系自体の製造は1963年から84年の間ですから、最後の方に製造されたグループです。当時、常磐観光線には省エネ車両の203系が導入されていましたが、筑肥線は駅間距離が長く列車密度も低いため、省エネ効果が薄かったことから、103系をベースとした車両を導入することになりました。ただし、車体構造や内装は、同時期に製造された201系をベースとしており、
先頭部は貫通扉のあるデザインになりました。全部で3447両が製造された103系の中でも異色の番台であり、全体の残存率が 1.4% まで低下した今でも営業運転を続けるグループの一つです。現在では赤が目立つ塗装ですが、登場した頃は大きく違い、限界灘をイメージしたスカイブルーとクリーム色の塗装でした。ちなみに、製造当初から戸袋窓がないのは、103系ではこのグループだけです。なお、筑肥線はかつて姪の浜から南回りで博多駅に乗り入れていましたが、福岡最大の繁華街である天神を通る地下鉄が開業したことで、元の区間は廃止されています。国鉄線が寸断されたことで、福岡市内の筑肥線各駅は、福岡市内の扱いから外れました。103系1500番台は当初、6両編成9本、54両が製造され、全車が JR 九州に継承されました。103系のうち、JR 九州に継承されたのは、1500番台だけ。これは、JR 九州の路線が、筑肥線以外は全て交流電化となっていることが理由です。その後、塗装変更が行われたほか、トイレの設置も行われました。この角張ったデザインは、JR 九州の車両ではよく見られるものです。103系1500番台にトイレが設置されたことで、JR 九州のすべての電車にトイレがつきました。12駅先の唐津まで43分の道のり。ここから乗る列車もワンマン運転です。隣の番線にやってきた当駅止まりの列車と接続を取り、10時17分、筑前前原を発車です。筑前前原まではホームドアと車両のドアが連動していましたが、この車両には連動装置がないため、車両のドアを閉めてからホームドアを閉めます。運転席に座ったままでは操作ができないので、列車が動き出すまでには時間がかかります。少しだけ速度を上げてノッチオフ。これは流しノッチと呼ばれ、ノッチオフの間に機器類を確認し、それから再加速します。この爆音、見た目こそ他の番台と違いますが、やっぱり103系です。一方、筑前前原から先の区間には、ホームドアがありません。途中駅には屋根が短めな駅もあり、ホームのかさ上げも一部しか行われておらず、需要が少ないことが想像できます。103系1500番台は6両編成で製造されたはずですが、この列車も、そして対向列車も3両編成です。沿線風景も大きく変わります。これまでも田んぼが広がる区間がありましたが、筑前前原から先、一旦内陸部に入る区間の中には、田んぼのど真ん中をひたすら爆走する区間もあります。なお、これは序の口。次の壱岐山から筑前深井の間では、1.6 キロを超える直線の左右に田んぼが広がります。序盤のカットにあった303系などの画像は、この区間で撮影したものです。駅間が長めということもあって、JR 九州のマナー放送にも気合が入ります。筑前前原までは平均で 1.8 キロだった駅間距離は 2.5 キロへと伸びます。背景いっぱいにそびえる山の手前にあるのが筑前深井駅です。この列車では4駅目ですが、快速の場合は途中駅を全て通過するため最初の駅となります。この駅でも列車の交換を行います。本数は案外多いようにも思えますが、この時間帯はおおむね20分間隔。そのうち1本は快速列車で、線内の緩急接続もないので、快速通過駅の利用客には厳しいダイヤです。また、昼頃から夕方までは快速の運転がなく、普通列車のみの30分間隔になるなど、需要量の差は列車本数に現れています。6両編成で運行されるのは、筑前前原から先に直通する列車だけです。そしてこの先の区間ですれ違う103系も、すべて3両編成だけ。6両編成9本が製造されたはずなのに、6両編成を見かけません。実は、103系1500番台のうち、残っているのは3両編成のみなのです。もともと6両編成だけだったこのグループのうち、一部の編成が先頭車化改造を受けて3両編成になりました。
3両を2本つなげた6両で運行されることもあり、駅自体は快速通過駅も含めて6両に対応していることから、西唐津まで通しで運行される列車ももちろんありました。ただし筑前米原を境に輸送量が異なるため、前後で行き先を変え、筑前米原で切り離す列車もあったようです。車内にはトイレ付き車両の位置を示すステッカーがあり、3両バージョンと6両バージョンの両方があります。なお、地下鉄空港線の博多福岡空港間が開業したのは1993年のこと。左側が福岡空港ではなく博多となっていることから、このステッカーは延伸前に貼られたようです。また、地下鉄線内ではワンマン運転が行われていますが、このグループにはホームドアと車両のドアを連動させる装置がないため、必ず車掌が乗務する必要がありました。そして、303系や305系の登場により、活躍の範囲は狭められていきます。すでに地下鉄直通運用はなくなり、現在では筑前米原から西唐津までのワンマン運用のみとなっています。最盛期には54両あった両数も、すでに3両編成5本の15両のみとなりました。用途が特殊なため生きながらえていますが、登場から40年が経過し、後継となる車両が現れれば、即全廃となりそうです。普段ならこの辺りでおしまいですが、この動画には続きがあります。この列車、路線は西唐津までなのに、一駅手前の唐津止まりです。そう、筑肥線の末端区間にも、103系1500番台に劣らない歴史があるのです。姪の浜駅と同じ2面4線の唐津駅を含む区間の様子と、国鉄型の気動車まで出てくるこの区間が辿った歴史は、後編に続きます。ご視聴ありがとうございました。